皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日ついに8月歌舞伎座第2部火の鳥を見ることができます。一幕だけインバウンド席が取れました。さあ私のランキングは完成するのか。それでは歌舞伎座火の鳥に行ってみましょう。レッツゴー。今火の鳥が終わりました。いやー、玉三郎さんワールドでした。そして想像を超えた表現方法でした。まさか歌舞伎座でここまでやるとはという気がしました。永遠の力とは魂なのよということで、6人のダンサーとともに赤い衣装をひらひらとなびかせながら玉三郎さん消えてきました。そして山彦の染五郎さん、海彦の團子さん、弟よ兄さんという2人の兄弟愛もしっかりと結びついてハッピーエンドでした。以前先代猿之助さん、猿翁さんの大和武を見た時に、天かける心、それが私だというメッセージがありました。ロマンチックなメッセージ、スーパー歌舞伎の先代猿之助さんならではのその人の生きる道を伝えるメッセージ、同じように玉三郎さんが私たちに渾身の力、渾身の表現方法を使って、永遠の力、それは皆の心にある魂だということを必死で伝えようとしてくれたのかなと思います。途中玉三郎さん休演もありましたけども、本当にそこから復帰されて、そして今日私も見ることができてよかったです。始まりはまるでドビュッシーの海、交響曲の海のような音楽で始まりました。優美な音、やっぱりずっとこの火の鳥を、弦楽器、バイオリンの美しい響き、そしてピアノを使ってる、途中の音はこれはまるで、坂本龍一さんの音楽のようでした。メランコリックな部分も随分あると思いました。そういう音が持つ、音楽の持つ力がすごくそれも強かったように思います。そして玉三郎さん、40分後からやっと玉三郎さんが出てきました。火の鳥が出てきましたけども、自分の腕プラス赤い長い棒を使った赤いひらひらとさせる、まさに空気を支配するような玉三郎さんのコスチューム、そしてその周りの6人のまた赤いバレエダンサーが色を添えました。そして最後は宙乗り、初めて歌舞伎座で見ましたけども、後ろからクレーンを使った宙乗りも見ました。そして途中にはこれまではまるでチームラボかというように山彦、海彦が四季を通じて旅をする姿、これが前のカーテンにうまくデジタルでモノトーンの映像を映して素晴らしく表現されてました。ということで、新しいテクノロジー、そしてこの西洋のオーケストラの美しい旋律に満ちた作品でした。実は先日イタリアで、プッチーニのふるさと、まさにプッチーニのフェスティバルを見てきました。そこでトゥーランドットを見ました。
生のオーケストラ、そして生のオペラ歌手、やはり迫力があります。そしてバオリンの持続音により旋律、これは強いものがあります。これを見てしまうと、やっぱり日本の邦楽器による音楽とは全然違うんで、そこの表現力、そして今回ずっと録音使ってます。生音と録音、そしてこの邦楽器プラス西洋の楽器、歌舞伎の方は今回全くありませんでした。ストレートプレイという形でした。その対比を本当にどういうふうに今捉えるかということだと思います。私の今月の火の鳥を見て、全体のランキングはこの上に表示しておきます。これはあくまでも私個人のランキングです。自分のドーパミンが上がったか、そして、もう一度見たいか、そして、国宝を見たような新しい歌舞伎ファンに見せたいかという観点で、つけたランキングです。参考にしてください。ということで今日は渾身の玉三郎さん、あらゆる今までの玉三郎さんの得てきた知見とノウハウ、そしてテクノロジーを使った美しさと魂の火の鳥でした。ぜひいいねもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。万博で9月22日から27日まで電脳和風ウィークという私の企画もします。大阪・関西万博の電脳和風ウィークですけども、実は海外に日本の伝統文化を伝えている落語家の桂サンシャインさんのバイリンガル落語、これの今応援を募集してます。ちょっとアメリカから桂サンシャインさんをお招きする必要があります。ということで航空運賃を負担するためにもよろしければ皆さん、応援よろしくお願いします。皆さんのポチという応援から、現地に来ていただいて、座ってみていただける応援もあります。伝統芸能、日本の伝統芸能世界に広めましょう。いろんな本当に歌舞伎座での表現も本当に最近豊かになってきました。皆さんいろいろ自分の目で選んで確かめてください。そして今日はインバウンド向けの一幕見席の紹介をします。今日は1列でしたけども、通常は3列。これはその時の人の入りによって買えるそうです。オンラインで買えます。代わりに買ってもいいということだそうです。皆さん買って会員の方を招待する、または別に日本人の方が買っても大丈夫ですというのが分かりました。ということで今日は8月歌舞伎座から火の鳥をお届けしました。また一緒に歌舞伎、そして伝統芸能の旅を続けましょう。それではまた。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。